二宮梢です。今日は実はお久しぶり、去年の9月以来のユニクロ購入品動画です。最近購入した新作全8点、着回しも含めてご紹介します。実はね、今日ご紹介するアイテム全て全然ノーマークだったのに店舗で見つけて試着しまくって購入を決めたものばかりです。大人世代におすすめのアイテムばかりなので、ぜひ最後までチェックしていってね。それでは行ってみましょう。まずはこちらのセットアップ。トップスはスムースコットンクルーネックセーター、カラーはオフホワイト、サイズは S サイズです。ボトムスはスムースコットンブレンドスカート、カラーもサイズもトップスと同じくオフホワイト S サイズを着用しています。どちらもニット編みですが、素材はトップスがコットン 100%、 スカートがコットン 86%、 ナイロン 14% の混合のようです。チクチク感はほぼありません。糸をブラッシングすることで柔らかく肌触りよく仕上げてあるんだって。肉厚でしっかりとした作りです。まずはトップスから。特徴的なのは着丈も短めでコンパクトな作りであること。 S サイズの着丈で 52cm なので 153cm の私が着てもコンパクトなサイズ感のまま着用できます。ただこの腕周りやクルーネックの作りは決してコンパクトすぎず、程よくゆとりのあるシルエットなので、二の腕周りのお悩みがあってもすっきりと着られる作りです。サイズアップして着るのもいいと思うんですが、小柄さんにはぜひジャストサイズで着てほしい1枚です。そしてスカート、このチャンネルをよくご覧いただいている方であればお気づきでしょうか。 A ラインやフレアシルエットのスカートを履くとき、私はかかとまでギリギリの巻き下丈をチョイスすることが多く、このシルエットでこの丈感を選ぶこと自体かなり珍しいんです。個人的には結構チャレンジアイテムだったんですが、こんな風に今の時期はロングブーツと合わせても、後ほどお見せしますがソックス類と合わせても割と綺麗に履けちゃうというのが分かったので、今回トライしてみました。ウエスト部分まで全てニット編みでファスナーなどはなく楽ちんに履けちゃう1枚。ただ正直トップスをタックインして着用するのはそんなに向いてないかも。もちろん無理ではないんですけどね。ニットなのでどうしてもある程度のフィット感は出ますので、インする素材やサイズ感によっては響き具合が大きいと思うので、そのあたりも試着の時にしっかり試してみるといいかも。サイズ感は腰回りやお腹周りが気になる方はウエスト部分のサイズさえ問題なければワンサイズアップしてもいいと思います。これはいつもこのサイズだからこれという選び方ではなく、前後のサイズも合わせて試着されることをおすすめします。試着の際には必ず前からのシルエットチェックだけじゃなく、横向いてチェック、なんなら後ろの鏡でチェックできる範囲はしっかりチェックするのはやっぱり大事です。ただニット素材はやっぱりある程度伸びが出てきます。あまりゆるゆるすぎるサイズを買ってしまうとだらしなく見えるので要注意。裏地はついていませんが肉厚な作りなのでホワイトカラーでも透けの心配はなさそうです。大人のマナーとして透けにくい下着を身につけていれば問題ないはず。実はこのセットアップ痛く気に入りまして、もう一色買っちゃいました。それがこちら。カラーはトップスもボトムスもどちらもベージュ、サイズは先ほどと同じくどちらも S サイズを着用しています。実はですね、このセットアップどちらも全4色展開なんです。私が購入したオフホワイトとベージュ、それからブラックとブルー、店舗で見た時の狙い目は実はブルーだったんです。とっても綺麗なカラーだったの。でも試着したらどうにもこうにも似合わず断念。いつももう一色選ぶなら迷わずブラックだったんですが、ブラックのニットもスカートもたくさん持ってるし、春先まで着られるアイテムだと思うので、少しでも明るめなカラーを選ぼうとベージュを選んでみました。ブーツは先ほどと同じ。こんな風にワントーンでまとめるとかなりシックなカラーではありますが、ちょっと難しいのがこのベージュ系カラーは一歩間違うとおばさん風味たっぷりに見えちゃう色味。ここはしっかりアクセサリーに気を配りたいところです。先ほどのオフホワイトの時も全て同じものを合わせていましたが、大好きなターコイズカラーを効かせたくてこんな感じにしてみました。春先には足元をパンプスやサンダルに変えても OK。 とことんシンプルなのにただ着るだけで大人のきれいめカジュアルを叶えてくれるセットアップだし、上下別々に着回し力も抜群だと思うので、大人世代にぜひおすすめしたいアイテムです。ということでちょっとここからこのスカートの方を着回すパターンとして、オフホワイトベージュの両方に同じトップスを合わせたスタイリングをいくつかご紹介します。まずは大人の印象のセットアップを崩すならやっぱり私はスウェットが好き。トップスに合わせたのはヴィンテージのロゴスウェット。カラーはブラックですが結構年季の入ったヴィンテージものなので色あせ具合が最高です。足元はザラで一昨年だったかな、購入したショートブーツを合わせました。スウェットでカジュアルダウンといってもベーシックカラーでまとめれば大人世代でも違和感なく着こなせるはず。この時大事なのがスカートのシルエット。 A ラインではありますが緩やかな広がりの上品なシルエットなので若作り感も出ずしっくりきます。ここにアウターを合わせるなら光沢感のあ
あるコーチジャケットでこびないスタイルにまとめるのが二宮流。さあ次は去年購入したユニクロのエクストラファインメリノリブタートルネックセーターと合わせて上下ユニクロコーデにしてみました。着用しているのはオフホワイトの S サイズ、足元は先ほどの履いていたネブローニのロングブーツのブラック、先ほどのブラウンはスウェード、こちらはスムースレザーのタイプです。なんだろう不思議よね。ボーダー自体はカジュアルな柄なのに急に品の良さが増す感じそんなことないって。ごめん、それは私の内面の育つさが透けて見えているのね。でも気にしない、全然気にしないんだから。ただちょっとね、芋っぽさ、やぼったさっていうのみたいなのが出やすいので、アウターを合わせるならきれいめコートでおとなしくまとめるより断然ハードなものをおすすめします。例えばライダースジャケット、私のような小柄さんには時代を選ばないコンパクトサイズのライダースがやっぱりおすすめですが、全身のバランスさえ取れれば今っぽい少しオーバーサイジングなものでも素敵なはずです。さてお次に購入したのはこちらのスカート。こちらも先に言っときます、色違いしております。デニムジャージーナローロングスカート、カラーはブルー、サイズは S サイズを着用しています。ちなみに丈標準と丈短めがそれぞれ発売されているんですが、私は丈標準を選びました。153センチの私が S サイズの丈標準を着用して、くるぶしよりちょっと上ぐらいの丈感です。素材はコットン 96% にポリウレタンが 4% 入っているので伸縮性に優れていること、そしてウエスト部分に入った2本のダーツのおかげで腰回りに程よくフィットしてくれること、バッグにはスリットも入っていて足さばきの邪魔をしないこと、女性らしいアイライン、編集シルエットでありながらとにかくストレスフリーに履ける要素がこの1枚にたくさん詰まっています。そしてやっぱり外せないのが総ゴムのウエスト。締め付けごめんな二宮にはもう大好物のやつです。総ゴムといってもギャザーでギュギュッと生地がずれてしまうような作りではありません。ウエストから腰回り、ヒップ周りはすっきりと見せてくれます。ハイウエストなのも足長効果抜群で小柄さんには特に嬉しいポイントです。これはマジで1年通して長く着られるアイテムだと思うので買って損はないはず。トップスに合わせたのはフィズスさんとのコラボアイテム、クールコンフィンガーホールタートルニット、カラーはネイビー S サイズを着用しています。で先に色違いしているとネタバレしておりましたが、もう一着購入したのがこちら、オフホワイトです。ブルーと同じく丈標準タイプの S サイズを選びました。トップスとブーツは同じままです。気になるのはやっぱり透け感だと思いますが、これも裏地はついてないんですが、生地が厚手というか本当にデニムなんじゃないかって思うぐらいしっかりしてるんですよ。でもちゃんとジャージー素材なのでデニムよりも柔らかいし軽いし、そのおかげなのか下着の透けも全然気になりませんでした。いつものサイズよりサイズを下げても着られる方もたくさんいらっしゃるアイテムだと思います。そしてシルエット的にジャストサイズで着れば着るほどフィット感は生まれます。フィット感があるということはやっぱり気になるのは腰回り、お腹周りかなと思います。ボディラインを拾いやすい要素が詰まってますからね。でもこのスカートを選ぶなら程よいフィット感があってこそ良さが体感できるかなと思うので、サイズ選びは慎重に。私も丈短めタイプの方でブラックを追加しようか検討中。さてこれにアウターを合わせてみましょう。何シーズンか前に購入したユニクロ U のトレンチコートを羽織ってみました。まだ今の時期はライナーなしのトレンチ1枚では寒いと思いますが、インナーダウンをしっかり仕込めるゆったりサイズなトレンチなので問題なし。もちろんこのまま春先も着られちゃいますね。先日公開したこちらの動画でがっつり着回しをご紹介しました。 GU のヘビーウェイトビッグスウェットプルオーバーと合わせてみました。グレーの S サイズを着用しています。タックインせずオーバーサイズのトップスと合わせてスカートの縦長ラインが大人カジュアルにぴったりで子供っぽさや若作り感なく着こなせます。上下ともに素材感含めカジュアルなアイテムでもおしゃれ着としてきちんと成立しますよ。春になったらこんな感じのシアー感のあるトップスを合わせてもいいんじゃないかしら。スカートのシルエットやハイウエストのデザインが大人の装いにぴったりなので、どんなトップスとも相性はいいと思いますが、余計なものは一切削ぎ落としたシンプルコーデがしっくりきます。部屋着向かっちゃったこれも店頭で実際に触ってみるまで全くのノーマークだったスウェット上下、もうめちゃくちゃ肌触りが良くて、もう触ったらもうアウト。もう即購入決めました。トップスはドライスウェットフルパーカー、カラーはオフホワイト、サイズは S サイズを選びました。ボトムスはドライスウェットジョガーパンツ、カラーは同じくオフホワイトですが、こちらのパンツだけオンライン限定の XS サ
サイズを選びました。店頭では S サイズも試着したんだけど、その時にオンラインの商品ページに書いてあるサイズの表記を見たら XS の方が綺麗に履けそうだったので、こちらを選びました。素材はパンツのリブ部分だけ少し構成が異なりますが、ボディ部分は上下とも同じで、ポリエステル 79%、レーヨン 15%、ポリウレタン 6% の混合素材です。コットン 100% のスウェット生地に比べると若干の光沢感があって上質な仕上がり。下着の透け感もあまり気になりません。ドライ機能がついているので、ポリエステルが多く使われていても蒸れが少なく、乾きも早いのでエアリズムまではいかないまでも着心地の良さを長時間着れば着るほど感じられるはず。トップスはドロップショルダーになっていて、ゆったりシルエットながらクロップド丈なので変なもたつきもなくすっきりと着られます。ボトムスは裾のリブに向かってテーパードしていくシルエット、センターピンタックが入っているのも特徴です。もちろんサイドポケットもありますよ。ウエストもリブになっていますが、内側にドローコードもついていますので調整が可能。トップスは正直私の場合は部屋着以上にはならないかなっていうのが個人的な感想。と言っても普通に近所ぐらいなら全然この上下で買い物行っちゃいますし、子供の部活の遠征とかに長時間運転しなきゃいけない時とか、そういう時には多分このままお出かけしちゃうと思いますが、それだけじゃもったいないじゃないってことで、こちらのパンツだけは着回しできるかなということで、今の私ならこんな感じのスタイリングが気分です。トップスのインに来たのはプラージュで購入したコットン 100% のシンプルなシャツ、そしてニットはアンスクリアで今季購入したレタードカーディガンです。足元は先ほども出てきたザラのショートブーツを合わせました。パンツの裾がリブになっていますが、分厚いごつめのリブではないので、ブーツの中にインするのも難しくありません。トップスがかなりオーバーサイズのカーディガンで、着丈も長めですが、パンツのすっきりしたシルエットがバランスをとってくれるので、こんな着こなしもおすすめです。ということで、今回はユニクロ新作購入品全8点をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。本当はさ、来月の2月10日にね、大好きなユニクロ U の春夏新作が発売予定ということで、そこまで控えておく予定でいたんですよ。でも実際試着してみて、大人世代にはおすすめできるものばかりだったので、今回まとめてご紹介しました。概要欄にそれぞれの商品ページのリンクもまとめてありますので、気になるアイテムがあった方はぜひチェックしてみてね。それではいつも最後まで見てくれてありがとう。今日明日も元気にいってらっしゃい。二宮小鳥がお送りしました。